なかなか改善しない目の下のぷよぷよ。もう美容医療に頼るしかないかなと思っている方も多いかもしれません。でももう一度自分で一緒に頑張ってみませんか？必ずお顔変わります。皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回はリクエストの多いこの目の下のたるみ、ぷよぷよを解消していくワークをやっていきたいと思います。今回ワークをやっていくんですけど、正直1回で変わるってことは絶対にないです。やっぱり数ヶ月はかかってくると思うので、毎日継続してコツコツやってみていただきたいです。ちゃんと続けていけば必ず成果は出てきますので、一緒に頑張りましょう。では、早速やっていきましょうと言いたいところなんですが、目の下のたるみ、なんでできちゃうのっていうところをしっかり押さえておくと、このワークをやるときにもやっぱり役立ってきます。なので今日はしっかりと解説をして、その上で一緒にやるワークっていう形でね、進めていきたいと思います。2回目以降もう解説はいらないよっていう方は、下の概要欄のリンクから飛べますので、ぜひ活用してください。早速解説に行きたいんですけど、実はですね、目の下のたるみと言っても原因は大きく2つあるんですよ。筋力低下というところは共通してるんですけど、それが眼輪筋、目の筋力の低下なのか、それとも頬の筋力の低下なのかによって対策が大きく変わってくるんですね。今日はこの解説を聞いていただいて、自分はどっちの方がお悩みの原因として大きいかなっていうふうにね、判断していただいて、お悩みの原因の大きい方のワークを2倍やっていただくとより効果的だと思うので、しっかりね、自分はどっちなんだろうって思いながら聞いていただくといいかなと思います。一つ目の眼輪筋はこの目ん玉が入っている眼窩というこのアイホールがあるんですけど、そこを蓋してくれているような筋肉なんですね。アイホールの中には何が入っているかっていうと、この目をくるくるね、動かす目ん玉と、この目の玉がね、こう動いた時に、このすぐ骨だと当たって痛いですよね。なので周りに脂肪がね、こうクッションのように入ってるんですよ。それをこうピタッとでくっつけて蓋をしてくれてるんですけど、眼輪筋が弱ってくることによって、この下に落っこってくるので、この目の下はぷくっと膨らんできて、逆にこの目の上はこうこけていくような感じにね、目が変わっていく方が多いんですよね。ちょっとこう試しに、この目の下の脂肪を押すと多分この目の上側がね、ぷくっと膨らむと思うんですよ。こうやってこの目の中でね、脂肪が動いているので、しっかり眼輪筋の蓋、ここをちゃんと締めてあげることによって、こうね、脂肪がキュッと引き締まって、この目の上までね、均等に脂肪がいってくれるということなんですね。もう一つの原因が上眼瞼挙筋という目ん玉を支えてくれている筋肉なんですよ。これもね、かなり弱ってくる方が多くって、現代人めちゃくちゃ衰えてる方多いんですよ。上眼瞼挙筋っていうのはこの目ん玉にね、くっついていて、こうね、上を見ようとか下を見ようとかね、まぶたを閉じよう、開けようみたいな感じで、この目をハンドリングしてくれてたりとかね、してる筋肉なんですけど、目をくるくるね、こうやって動かしてる時代はね、すごくたくさん使われていた。イノシシとかね、マンモスとかね、追いかけてる時に、あっちに物がいるかな、こっちに物がいるかなっていう風に、目ん玉をキョロキョロ動かしているような時代の時はね、使ってたんですけど、今の時代はパソコンとかスマホで、こう一点だけをずーっと見てる状態なので、ほとんど目ん玉っていう意味ではね、動いてないんですよ。年齢を重ねるとなんか目小さくなってきたって感じること多いと思うんですけど、それはまぶたが下がってきたってこともそうなんですけど、目ん玉が引っ込んでしまうと、この目ん玉の周りにあったこのクッションの脂肪ですね、ものがなくなってしまうので余ってしまう。そうするとこう下に落っこってきて、やっぱり目の下のたるみになっちゃう。こういうね、仕組みになってるんですよ。ちょっとこの方のお写真見ていただきたいんですけど、目がぐっと前に出て生命力が出て生き生きとしてるの分かりますか？もちろん目の下のお悩みもね、解消してますけど、この方は自分で3ヶ月でここまで変わってるんですよ。すごいですよね。で、これはやったことは簡単で、やっぱりこの目の周りの筋肉の癒着をとって、そしてしっかりと筋トレをして動かしてあげる。そうすることによって引っ張っていた筋肉が元に戻って、そして硬くなってた筋肉が柔らかくなって、正しい位置にこの目の玉も戻ってきて、そしてこういった感じのね、お顔に変わっていったんです。これ大体3ヶ月でね、変えていったんですけれども、人によってはもっと長くかかることもあるかもしれません。だけど、ちゃんと自分の力で変えていくと、これだけ綺麗にね、お悩み解消していくんですよ。逆に筋肉が硬くなって目が引っ込んでしまってる。この状態のまま、ここの余った脂肪を取ってしまうと、もっとくぼんでしまいますよね。そうすると余計に老けて見えてしまう。それでお悩みが深くなってしまったって方もね、すごく多いんですよ。やっぱりね、脂肪は年齢を重ねるとどんどんね、なくなっていってしまうので、取らずに大切にして、脂肪をちゃんとしまい込めるように筋肉をつける。それをね、していただいた方が綺麗にお顔変わっていくと思うので、ぜひやっていただきたいです。
2つ目の原因が頬の筋力なんですよ。この目の下のたるみはこの目の筋力低下。これが100% あるんですけど、さらにそれを深くしているのがこの頬の筋力低下。これがダブルであるともっとこの目の下が大きくぷよっとねしてしまう方が多いんですね。頬の筋肉っていうのは、この口輪筋とこの眼輪筋、ここの間を橋渡しするようにしてくっついてるんですよ。なので、この頬の筋肉が低下してしまうと、眼輪筋も一緒にこうやって下がってきてしまう。なので、頑張って支えていきたいんだけど、頬によって引っ張られちゃって、下がってきてしまって、この下がね、くぼんで見えてしまう。そういう方もね、結構いらっしゃるんですよ。この頬の筋肉、この目の下のたるみに影響するだけでなく、もちろんほうれい線とか頬だるみ、口元のたるみ、そういったところにもね、つながってくる大事な筋肉なんですよ。気になってこの筋トレをしている方とかも多いと思うんですけど、特に日本人の方はあんまりね、動かせてない方が多くて、正しく動かそうとすると、全然動かないっていう方もね、結構いるんですよ。だけど、ちゃんと正しく少しずつでも動かしていけば、ちゃんと筋力ついてきて、頬がぐぐぐっと持ち上がってきて、この目の下のところまでしっかりとね、上がってきてくれるんですよね。で、そうするともう目の下のたるみ気にならなくなっちゃったって方もね、結構いらっしゃるので、この頬の筋力低下、心当たりがある方は、ここも一緒に頑張っていただくと、もっともっとお顔が変わってくると思います。では、解説はここまでにして、この2点ですね、頬と目、筋肉を緩めて、そして動かしていくワークを一緒にやっていきたいと思います。それでは、レッツゴー！頬骨の下に親指を置き、少し上に上げるようにしてほぐします。小鼻のすぐ横からスタート。力は入れすぎなくても OK です。一つ外側にずれて、黒目の下に移動します。もう一つずれて、最後は目尻の下あたり。小鼻の横に指2本を置いてほぐします。小鼻の上あたりにちょっと引っかかる筋肉がある方は、それが鼻筋のこり。少し押し上げるようにほぐしましょう。一つ上に上がって、小鼻の膨らみよりも上ですよ。ここが硬くなると目の下がくぼんで、より目の下のたるみが濃くなります。丁寧にほぐして動かしやすくしましょう。次は目の下、骨の上を優しくほぐします。目頭側から目の骨の上に指を置いて、目のくぼみには入れないように注意してくださいね。今度は目尻側、黒目を中心に左右に分けてほぐしましょう。ここまで頬の筋肉がくっついています。意外と引っ張って目の下のたるみにつながってるんですよ。今度は眉の上下をつまんでほぐします。眉頭から眉の下側は筋肉を押し上げる感じで上に向かって力を入れてみてくださいね。眉頭、眉の真ん中、眉尻と10秒ずつほぐしていきましょう。筋膜リリースの最後はこめかみ。目尻の横の骨の上を30秒ほぐします。ここは側頭筋、顎の骨を上から吊り上げてくれるところ。噛んだり食いしばりで硬くなりやすいんです。押してみて硬い、痛い方はかなり凝りが溜まってます。この側頭筋が硬くなると上から下に向かって落ちてきて目も押し下げられてしまいます。今度は目尻の横を指の関節でほぐしていきましょう。ここは側頭筋の上にさらに耳の手前から目に向かって前耳介筋という筋肉もついています。しっかりほぐして頭を後ろに持っていきましょう。1箇所だけでなく3箇所くらいに分けて念入りに。
小鼻の横と口角の上を両方ともに持ち上げるようにして頬を動かすトレーニングです。頬を真ん中から持ち上げるように意識すると上手にできますよ。口角の横、顎は柔らかいまま、力が入っている方は力を抜いて、口角で頬を真上に持ち上げるように、ふんわり丸く頬を持ち上げていきましょう。頬を縮めるように意識しても OK。前歯を全部出す感じで、限界まで頬を持ち上げて、早く動かすより正しく動かす方が大事です。つい力が入ってしまう方はゆっくり動かしても OK です。焦らずにやりましょう。頬の真ん中に力を入れて、口角の横に力が入ってませんか？ここからが勝負。動かす筋肉をしっかり意識して、ゆっくりでもいいので正しく動かしていきましょう。黒目の下から持ち上げていきます。正しく動かせている人はちょっとスピードアップ。口周りに力が入りやすい方は割り箸などを前歯で軽く挟んでやると余計なところに力が入りにくくなります。慣れるまではサポートをつけてやった方が早く上手に動かせるようになるのでおすすめです。真上に真上に頬で目の下を埋めるように頑張って。だんだん疲れてきますよね。でもあとちょっと頑張りましょう。下まぶたの筋肉だけを真上に引き上げます。これも2分頑張りましょう。下まぶたの真ん中に力を入れてぐっと上に持ち上げます。上まぶたは閉じずに目は開いたまま三日月の目になるように。難しい方は指を軽く当ててガイドするように持ち上げてみて、目尻や目頭にシワが入っている方は頬や鼻筋などの違う筋肉を使っています。眉間やおでこにシワができちゃう人はおでこを押さえて動かないようにして、斜め上を見てやると下まぶたの可動域が増えて動かしやすくなります。頬が動いちゃう方は頬を押さえて、顎にも力を入れないように口を軽く開けると顎に力が入りにくくなります。目頭大丈夫ですか？眼輪筋はいろいろな筋肉とつながっているので、弱っていると周りの筋肉がサポートして動かそうとしてくれます。つい違う筋肉が動いてしまう方も多いと思いますが、最初はできなくても大丈夫。焦らず丁寧に目の下の筋肉だけを動かしていきましょう。だんだんと筋力がついて引き締まってきます。上手に動かせる方は限界まで下まぶたに力を入れて大きく動かして、ちょっとスピードアップしても OK です。三日月の目を作って上まぶたは閉じずに開けたまま、下まぶたの真ん中に力を入れて、もうちょっと頑張って。あと5秒。はい、終了です。ラストは上まぶたを上げる筋肉、上眼瞼挙筋を鍛えます。V 字に目玉を動かしていきます。用意スタート。2時、6時、10時とぐるぐる動かしていきます。できるだけ大きく動かすのがポイント。おでこにシワが入っている方は動かないように手でロックして、反対回し。左、右、下、左、右、下。
慣れてきたらぐるぐる回しても OK です。顔や首は動かさずに目玉だけを大きく動かします。目が回らないように注意してくださいね。あと少し頑張って。はい、終わりました。皆さん最後までやりきれましたか？最初の癒着剥がしで触ってみて硬かった、痛かったところ、そこをね、特に念入りにほぐしてあげると、よりね、お顔が動きやすくなってきますので、ぜひね、継続してやってみてください。で、摩擦が気になる方は、私は基本的にこのフェイスポインターをね、使ってやってるんですけど、こういった器具を使ってあげても、このより効果的にね、筋肉の癒着を剥がしてあげることができるので、おすすめです。概要欄のオンラインショップにありますので、ぜひ見てみてください。こちらのね、クーポンコードを使っていただくと、よりお得に購入できます。あと、筋トレですね。筋トレも結構ね、最後の方とか辛いっていう感じでね、なってきた方も多いと思うんですけど、その後一歩頑張ってあげると、より筋力がぐぐっとね、ついてきます。体の筋トレと一緒ですね。私もね、応援してますので、ぜひこの動画をね、保存していただいて、毎日最低1回頑張っていただければと思います。このチャンネルでは、加齢悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。今日のね、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。またね、コメントめちゃくちゃ励みになりますので、今日もやったよとかね、この辺ができたよ、わかんないよなんてね、なんでもいいですので、コメントいただけるととっても喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた